11月15日金曜日夜8時になりました。こんばんは、あかねクラブ FM 大阪のスタジオから、ダンスチームアーバンギャルディをプロデュースしている振付師、あかねです。はい、ということで、久しぶりの収録でございます。はい、お久しぶりに。はい、そうですね、11月に入ってちょっとだけなんていうか、落ち着いてはないんですけども、全然。いろんな制作をガンガンやっているんですが、スケジュール的にはその制作が多くて、どっかに行ってとかいうのがあんまないんですよね、私はね。アバンギャルディはみんな、めっちゃ頑張って、いろんなとこに行ってパフォーマンスして遠征してるんですけども。はい、私はちょっとこう、いろいろインプットとかしてる期間っていうことで。ただこの前も、金沢に行ってきました。念願の。21世紀美術館行ってきましたよ、ようやく。はい。でもすんげえ海外のお客さんが多くてですね、もう金沢の駅着いた瞬間から多かったもんね。すごかった。でも私は知らなかった。初めて初上陸だったから、駅がすごいですね。あれがみんな見たくて行くんやぐらいの気持ち。すごい駅自体がすごかったんで、写真撮りまくりましたね。とか美味しいご飯も食べの。っていうのもあったし、あと、そう、先週はですね、今月、頭に来てくれた、ナイトテンポさん。はい。ビルボードライブ、初のビルボードライブするよって言ってましたけれども、東京見に行ってきました。はい。私初ビルボードだったんですよ。こんな世界があるんだってすごく感動しました。っていうかすごいって。かっこいいって。来てた人たちもめっちゃみんな大人の人多くって、それこそおしゃれして、来ててみんな。で、それこそなんていうの？ディナーを食べながら、お酒を飲みながら音楽を楽しめる、それがビルボードですもんね。それでおしゃれして初めて行って、で、ナイトテンポさんは DJ ですから、で、彼が作った音楽も、そう、たくさん聴けて、で、ゲストの人たちの歌も聴けて、彼の歌も聴けました。っていう、とにかくね、初めて尽くしのね、ライブでね、こんなのがあるんだと思った。こうして、フラット時間をね、そういうところで過ごすのはいいなと思いましたよ。休みの日とかに。だから絶対また行きたいなと思ったりして。11月の23ですよね。大阪は、ナイトテンポさんのビルボード大阪でのライブありますから、ぜひ皆さん行ってみて。すごいおしゃれな空間で楽しかった、初めて。で、ビルボードのなんていうんですか、ご飯が美味しくて。わかんないですよ。東京と大阪違うかもしれないですけど、生チョコとかめっちゃ美味しかった。なんで生チョコとかね、あって、お酒楽しみながら、最高でしたね。うん。って感じの、ちょっと時間があったので、自分で有意義な時間を過ごしております。11月ですって感じです。はい。でもちょっとこの後ね、アバンギャルディのカッパトークなんかで、イベントどうだったかっていう話もね、もりもりしていきたいなと思っております。はい。そして、新入部員候補連れてきましたのコーナーもあるということで。はい、じゃあ、本日の FM 大阪あかねクラブ今日の1曲目。ナイトテンポさんのライブ行った時に、すごいゲストの方もたくさんいらっしゃって、すごいのが、松本伊也さんと、早見優さんと、野宮真紀さんに会いました。すごくないですか？見に来ていらっしゃって。その、ね、3人とも多分ナイトテンポさんとコラボとかされたりしてると思うんですけど、松本伊代さんは、以前にアバンギャルディのライブも来てくださったりとかしたこともあって、で、お久しぶりにお会いして、この前ヒロミさんと共演しましたとか言って。そんな話もしながらね。でもちょっと早見さんとか宮巻さんも初めてお会いしてすごい、もうめちゃくちゃすごい素敵な人たちでした。もうほんとすごすぎた。スペシャルでした。はい。ということで、じゃあ今日の1曲目は、ナイトテンポさんとね、早見優さんが
フィーチャリングしてる曲にしたいと思います。ナイトテンポ、フィーチャリング、早見優さんで、シャンプー。まっちゃんアバンギャルディと、親アバンギャルディです。よろしくお願いします。お願いします。ということで、結構ね、この11月に入ってイベントなんかもあったりして、週末はもう結構稼働しておりますけれども、はい。まあ、一番初め11月のね、3日、文化の日。もうこれは大阪の人たちは毎年ありますから、はい。みんな楽しみにしているイベント、御堂筋ランウェイ。はい。こちらの方にアバンギャルディ出演させていただきました。はい。どうでしたか御堂筋ランウェイ。いや、なんか、普段歩いてる御堂筋を踊れ、そうよね御堂筋で踊れて、チャリで、バストして、まあ、結構その、なんていうんですか、沿道にはたくさんのお客さんもいらっしゃって、でね、まあなんていうかもう、そこにはアバンギャルディのファンの皆さんも、駆けつけてくださって、声援いただきました。まああんまりね、なんかその内容とかはもちろんね、言えるわけはなく、始まる前にね、どういう演出をするのかは全く言えるわけはなく、皆さんやっぱり、そのどこで何が繰り広げられるかわからない。だから各アーティストのそれこそファンの皆さんもわからない状況なので、でもやっぱり、なんか他のアーティストのファンの皆さんとかも前日の夜からもう並んでね、場所取りもしてたみたいですごいんですけれども、まあなんかどういうのがわからないけれども、各アーティストみんなめちゃくちゃ短い時間でリハーサルは必ずするので、おやみたいな。アバンギャルディはどうやらステージから始まるらしいぞっていうね。みんなわからないので、どういう始まりかはね。それでちょっとこう場所をチェンジしたりとかしてるお客さんもいらっしゃったりとかして、で、まあチャリンコで、まあ南の方に下っていくっていう演出自体は、まあもうでもこれも、苦肉の策っていうか、やっぱりステージでちゃんとやっぱ踊るパフォーマンスを見せたいっていう、ね、私たちもそうだし、やっぱこう、スタッフの皆さんだったり演出の人たちもみんなそういう思いだし、で、まあ、そのスタート、オープニングっていうこともありますから、ステージからスタートするっていうのはね、それは逆からスタートするのはなかなかないと思うので、で、まあそこでしっかり全員で踊って、じゃあでも南側にいる人たちはどうやって楽しめるかってところで、何か乗り物に乗って移動する以外ないじゃないか、距離をね。そうですね。だって何キロとかのレベルじゃん ?1 キロ以上あるわけとか。1キロ。ね。だからその1キロ以上の先の人たちのところに駆けつけるには乗り物乗るしかないってことで、まあアバンギャルディは何が似合うかっていうので、まあチャリじゃないか。だから結構チャリ王で爆走してるのを見た人たちが受けてましたね。ですね。早みたいな。めっちゃったってことみたいな。みんなめっちゃガチやったんで。そう。ガチ顔激写されてるところが。逆にチャリなんやっていう。他のアーティストの方は、フロートって言ってね、まあ結構その、なんていうんですか、大きい乗り物に乗って移動したりとかする中で、チャリ、ね、チャリという、まあでもなかなか、それもね、喜んでいただきましたし、で、これね、ちょっとメッセージも、いろいろ来てます。感想なんかも来てるんですけれども、こちら、柏原市の、ラジオネームカリさん、あかねちゃん新メンバーめちゃびっくりした笑ってメンバーだ。めちゃびっくりした笑ってしまったけどびっくりしてかなでもアバコのダンスがすごかったですそうなんですよ。先々週のラジオではその新メンバーが入るよっていうことをねエンディングにチラリズムさせましてまあなんかそのエンディング聞いてくれてない人もおるかもと思って一応自分の X でもつぶやいて最後まで聞いてねっていうことも言いつつ、でもまさかそんなに、そこまで、なんか、言ってくれると思ってなくて。すごい、あれたっていう。そう、荒れてたよね。なんか新メンバー、そんなとこで、みたいな。はい。めちゃめちゃ、誰やって。けど、そんなわけないやんっていう。いや、そんなわけないっていうか、まあ、アバコも大事な新メンバーなんですけど、まあ、ずっとね、この、なんていうんですか、アバコっていうキャラクター自体が、こう、今年できて、なんか、みんなの、に似たね。はい。なんかみんなを足して全部足したらこうなるんちゃって、可愛いキャラ。可愛いキャラができまして、で、その子を巨大化させてみたっていう。巨大化、どんどんでかなってますもんね、だって。そうですよ。巨大化させてみました。で、可愛かったよな。可愛かった。動きとかもね。
あれね、でもね、めちゃくちゃほんまにね、はいここだけの話ですけど、これすごいんです、アバコ。あの子。某、有名、テーマパークだったり、それから私がよく、まあ、振り付けとかしてるね、あの方々の、もうプロの人たちが作ってくれたんです。意味わかりますだから、まあ、アバコはアバコなんですけど、プロの方が、そこまでの最高級のプロの方々が、アバコを作るために、すごく頑張ってくれました。へすごい。まあでもなんか、そう、すごい、めっちゃ動いてくれて、まあ、アバコはアバコなんで、なんかあれなんですけど、ほんまになんていうかすごいんです。はい。これからどこでアバコが、ねー。ね、次はどこ見せれるかってでいう。会えるんでしょうか。あ、でね、これそう、カリさんは、はいそう、アバコのダンスがすごかったです。ゆるキャラ着ぐるみの正体は誰あかねさんとか言ってて、いいじゃんっていう。なんでだよ。あかねさん道で見てたから。と、イコールしないでほしい。だって、私は私、アバコはアバコでしょ。そうですね。そう。アバカだし、もうほんまにまあ、これも、申し訳ないけど、言ったらいいかあかんか、これ。あかんか、あかんか、あかんか。うんはい。じゃあ次行きます。はい。はい。その御堂筋の前の日もなんか、ツールドフランスという自自転車の転車のイベね、ントに。そうですよ。はい。どういうイベントだったんですか？自転車がいっぱい走ってるっていう自転車の走る前ですよね。前、スタートラインっていうか、準備段階今、走るよっていう選手が、こう、いっぱい目をステージの、通ってステ、ージの前の道を走って準備するみたいな。へ上げて応援、今から。すごい。はいっていう。そういう、まあなかなかないですよね。自転車の。うん。ないですね。ていうか初めて。その人たちからしてもアバンギャルディ見るのは初めてだったんですよね、はい選手の人たちもね。舞台裏とかをうんうん。自転車で走ってるんですよ。うわ、すごい。ね、なんか道のように走ってて、室内を。細い違和感。一体化してたんだよね、はい体と。すごい。すなかごかったですなかなイベントでそちらもあり。で、その次の週はですね、もう先週ですかJRA の来ました、エリザベス女王杯。私かけました。あらまあ初めて。初めて。まっちゃんもスケーバー、挑戦した。でさ、やっぱりね、行ったからには、やっぱはい競馬もちょっとね、チャレンジしてみないと、はい競馬ファンの人たちは楽しみにしてるレースなんですよね。控え室まで、うんお客さんの声が、え、まあ、いけいけとか言う。聞こえてて、生声うん。聞こえちょっと待って、ちょっと待って。まず、皆さんはどのタイミングで踊ったんですか？多分10何レースある中の方うちの4レース後にパフォーマンス。じゃあ、お昼休みってことだよね。そうです。あ、そうですね。ちょうど多分そうです。で、エリザベス女王杯は11レース目のレあそうースのことを言うみたいで。その日は11レースがエリザベス女王杯。踏んで、待って、みんな、もうそのパフォーマンスとか終わって、じゃあ、みんな競馬もちょっとやってみるかみたいな感じやな。それが、なんですよね。本番前、日の1レース目。いいのみたいな感じで。やってみましょうって。やってみたいってなっでて。やってみてどうだったんですか？私は負けました。あ、私も負けました。やっぱりな、一筋縄にはいかないわな。そうですよね。でもめちゃめちゃ盛り上がって。それは楽しそう。応援して、いけいけそうや。呼んだことない。でも当たってるメンバーも。もういたり。ちらほらね。はい。私は実は競馬行ったことないんで。なんか、これ当たったらハマるやろうなって思いました。負けたのに2レース目も行っちゃいましたもん。おもろすぎて1レース目が応援するのが楽しくて。ちょっと待って、でもそれで、その競馬ファンの人たちは、わーとか言って、はい。すごい。すごかったです。ああ、そうなんや。それはちょっと、ね、いい経験できました。はい。めっちゃ楽しかった。またやってみたいです。うわ、ちょっと私も行きたかったな。なんか、なかなかそんなとこ行く機会ないしな。はい。行ってみたかったですけども。はいはい。まあでもね、お天気にも恵まれて、すごく、はいなんか、大盛況だったということで。はい。午前中だったのにね、いっぱいお客さん来てくださって。カバディも駆けつけてくださって。あーでもやっぱり競馬ファン。なんかちょっとX とかもちらちら見ましたけど、まあなんか、こうアバンギャルディ知らん人たちも、はい結構やっぱ、競馬好きの人はい。もいて、あ、この子たちなんやっていうのが、なんでまあ今回呼んでいただいたかって言ったら、この JRA のね、はい。 JRA 版、テレバン。
というアプリですね。競馬アプリのイメージキャラクターをはいやってて、CM では中山きんに君さんと赤いジョッキーたちが、赤いおかっぱのジョッキーたちがこう踊ってるんですよね。はい。はいそれが、その正体が、こうやっと分かったっていう。そうだってやったんや。そう。なんそうですかその赤い子たちのこと何も思ってなかったけど、アバンギャルディやったんやって言ってる人もちらちらいたりして、そう、だからそういうことで読んでいただいてますから、イメージキャラクターとじゃあしてね。答え合わせみたいで。そうですね。あ、よかった。なるほどね、みたいな感じのことを言ってる人もいましたけれどもね。まあでも、なかなかいろんなステージで踊ってます。アバンギャルディね。はい。はい。ということで、じゃあここで一曲。じゃあ、どちらにしようかな。じゃあ、まっちゃんで。私が今回選んだ曲は、はい。小さい頃から父と母が大好きで、うんずっと車で流れてたり、うんこの歌歌ったらお父さんが喜んでくれるっていう曲があったんですけど、最近車乗った時に久々に流して、うん。あ、なんかちっちゃい時に何回も歌ってる曲やったから、今でも口で染めてめっちゃあいいなーって思った曲なんですけど、曲言うの忘れてました。広瀬香美さんで愛があれば大丈夫です。FM 大阪、あかねクラブ。今日のおかっぱトークは、なっちゃんアバンゲルディと親アバンゲルディです。よろしくお願いします。はい、ということでですね。まあ、ちょっとこの11月はね、日本での活動もよくやらせていただいてますよ。はいありがたいことにね。はい、ということで、じゃあメッセージをご紹介します。まあ、ちょっとまたこの方のメッセージを読むんだって。別にね、同じ人ばっかり来てるわけじゃないですよね。めっちゃいろいろ来てるんですけど、なんか読みたくなるっていう。滋賀県のパパちゃんマンさん。ありがとうございます。あかねさん、アバンギャルディの皆さん、こんばんは。こんばんは。あ本当によくメッセージを読んでいただきありがとうございます。ほんまにこちらこそ。なんかいつもね、パパちゃんマンのメッセージ読んだよな。質問ですが、皆さんがすごくかっこいいと最近注目している人がいたら教えてください。かっこいいと注目してる人。まあでも最近とか言ってもね、難しいけれども、どうだろうみんな。アニメキャラ。本当に誰でもいいのであればあ、れでもいいのであれば、いや、全然誰でもいいよ。ワンピースのルフィ。あ、そうだ。今もさん見てるんだな。ワンピース。今ワンピースで。どういうことワンピース見てなかったのに。あ、そうです、そうです。見てますかへえ。今ワンピースに手を出していて、うん。何アニメですかアニメであめちゃめちゃかっこいいんですよ。ー、ルフィが。はい。仲間をで、もあんまルフィかっこいいっていう人聞いたことない。なんか、メインのところじゃなくて、なんか、サブというか、ね、なんかゾロだったりとか、うんサンジがかっこいいっていう人が多い中で、なんで彼がそのリーダーなのかっていうのが、彼が、だんだんうん。彼、今一人ずつ仲間になっていってるんですけど、うんまあ最初そんな初期なんだ。まだ見てんの。それで、ルフィがそう推してると。はい。なんであんなに仲間のために頑張れるんだろう。うん、それはなんでだったんですかまだわかんないです。なんでやずっまだわかんない。まだわかんない。でも、それでもやっぱり一番かっこいいと思えるんだ。そうですね。なんか結構まっちゃんってドラマとか映画とか見たら、うんその登場人物の深いところとか、うん。感情とかまで読む癖あるから、なんか、ルフィをしてるのなんとなくわかる気がする。。大家さんは私は、うん。でも最近だと、おやさんだってよく昔のドラマとか見てるじゃん。見てますね。なぜか、リバイバルなぜ乱してるけど見。てるけど、木村拓哉さんが、キムタク、やっぱりなんか、何のどのキムタクあれです。お化けそうです。もうなんか、あれ超えるドラマ私、でもエンジンとかないなっていう。ね、エンジンとか。あとホッケーのドラマ。プライドね。そうです。とか、結局なんか、まあまあまあ。最強っていうか、いいよな、あれな。やっぱキムタクでしかないっていうかね。かっこいいよな。なんか自分っていう、そうなんか持ってるなって、キムタクですかはい。かっこいいっていうことを、普通の人ができないことを、はい。
よくやる。はい。木村拓哉さんしかできないな、みたいなうん。のが、なるほどね。はい。木村拓哉さんのドラマを、積極的に見てしまうというかなるほど、気になる。私はね、やっぱダンプ松本さんですわ。あなんか、まあもちろん極楽女王のと、今ネットフリックスでドラマ化されてからみんな話題となりましたけど、私、もともとやっぱり女子プロレスのまあダンプさんとかクラッシュとかの時代の、まあ、見てて、YouTube とかで、試合昔から見てたんですよね。でもやっぱりもう一回見直して、なんか、そのドキュメンタリーだったりとか、それこそ、まあ、ブルー中野さんもなんか YouTube やってはって、それ見てなんかその当時の話とかしてるのとか見て、やっぱかっこいいし、やっぱ女性が戦う姿、まあしかも、あれも言って、ある意味エンタメではあるので、なんか女がやからとか、こんなんしたら恥ずかしいとか、そういう姿、逆に戦ってる姿かっこよく見せるっていう、まあ、あれにやっぱ、惚れちゃうというか、なんか見直して改めてやっぱ凄さ感じましたね。で、まあドラマの中での本当にこう思ってた話と、実はとは違うよっていうところとかも、なんかいろいろ話してるのを見るのも面白いし、で、実際今も現役でね、みんな、こう、プロレスと、まあ、向き合って、まあ、指導者なり、そう、長与さんとかは指導者だったりしてはるけれども、でもなんか現役で、ダンプさんとかも出てはるから、試合とかね、もう見てかっこいいなって思います。一生現役を貫いてるところもね、かっこいいなと思って、目指したい。目指したい。まあ、みんなをもう本当、レベルまで持っていきたいっていう気持ちがございます。プロレス結構な覚悟。そうなんですよね。だからまあ、やっぱ最近もかっこいいと思ってるのは、そうですね。女子プロの皆さんですね。ダンプさんです。はい。じゃあ次。めちゃくちゃ、なんでこれがいっぱい来てんねやろって感じなんだけど。はい。堺市の八谷アバディンさん、ママさんと、埼玉市緑区のミントさん、八王子市のさこさんもかな。はい、ありがとうございます。おすすめの寒さ対策は何ですか？寒さ対策。寒いですからね。寒くなってきましたから。質問。シンプルに、こんなになんかたくさんの人から来る、まあ、必要な情報か。ありますか？寒さ対策。はい、私は、はい。暑さも苦手やけど寒さも、冷え性で結構苦手なんですけど。嫌やな。私は踊ると本当に温まるのでおすすめです。ああ、踊る。はい。もう着込むとか、買いとか、そんなことよりも、確かに。やっぱり体を動かすと体内から温まるので、本当にあったかいです。おすすめ。まっちゃんは？私は普通に背中の肩甲骨のところにカイロ貼る。昨日貼ってたよ。骨？肩甲骨と肩甲骨の間が一番いいみたいで、あそこに絶対カイロ貼ります。貼ってたらそこからぬくもるみたいな。はい。太い血管が通ってるらしいです。そうなんや。それで暖かいです。でも私はですね、あんまりね、暖房が苦手なんですよね。一番はこれは毎年絶対出すのがこたつ。こたつか。こたつがあれば、結局私も肩甲骨もあるかもしれんけど、やっぱ足先が温まると全てが温まる気がします。やっぱりでも鍋かな。鍋先週も鍋の話してましたよね。体から中からぬくもる。はい。ということじゃないですか？そういうことです。ということです。はい。はい、寒さ対策です。謎はでもほんまになかったんじゃないですか、この人たちは。だからちょっと絞り出した結果が。もうないわ言うことで、一旦聞いといたろか。ありがとうございます。ありがとうございます。でもいい情報聞けました。はい。はい、ということで、いよいよ明日にもね、またイベントがあるわけですよ。はい。じゃあちょっと告知お願いします。明日11月16日土曜日に FM 大阪ラブフラブ公開収録 in
三井ショッピングパーク、ララポート堺。はーい。すございますやりますね。いよいよ明日になりました。アバンギャルディもパフォーマンス。はい。いますミニライブさせていただきます。ミニライブがあって、DJ の下野さんとおトークをしますね。はい。はい。下野翔太さんとおトークをします。はい。楽しみでございます。楽しみ公。開収録ってね。すごいですね。本当はい、機会だと思うので、皆さん、まあもう、ララポットさんではね、お買い物がまずいっぱいできますから、はい。で、お休みかなみんな土曜日だったら、まあ学校も休みだし、はい仕事休みの方もいると思うので、ぜひ、お買い物ついでにアバンゲルディ見に来てください。来てくだください。さい。はーい。っていう感じかな。で、まあ一応、来週にはね、北海道ではいエ。スコンフィールドエスコンフィールド、めっちゃ楽しみ。新しい球イ場。ベント。はい。新しいんですか？球場、日ハムのはいはい。新しくできた球場なんですよ。そうなんだ。なんか設備がすごいんですよ。なんか、さすが野球ファン。バーベキューできるうん席とかあるみたいで。野球見ながらあ、そうですよ。すごい楽しみでございます。じゃあ北海道もね、久々なんで我々も1年ぶりぐらいなんで、ちょっと頑張って楽しんでいきましょう。はい。はい。 11月23日。そうですね、来週でございます。はい、ということであっという間のお時間でございました。いろいろ振り返っていきましたけれどもね。はい。まあまたもう今月はまだまだイベントありますから、またはい。振り返っていきましょう。はい。で、皆さんメッセージの方もね、全然、しょうもない質問でもはい。寒さ対策、また来週聞いてほしいし、はい、また、皆さん送ってください。お願いします。お願いします。はい、ということで、以上でございます。じゃあ、最後に、おやさん。じゃあ、一言じゃない一曲ね。一曲。はい、お願いします。はい。もう寒くなってきたということで、はい。まあ、今日は昔のドラマシリーズの曲じゃないんですけども、はい。ちょっと昔の曲を。はい。はい。牧原紀之さんで、冬が始まるよ。おー、始まるね。ということで、アバンゲルディのおかっぱトークは、抹茶アバンゲルディと、親アバンゲルディでした。ありがとう。